今回はご友人について、その特徴や活躍についてまとめてみました。かつて超獣世界に存在し、文明が分かれるきっかけとなったカード、今のデュエルマスターズの外も呼べるカードたち、そんなご友人について独断と偏見でまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。天竜神アークゼオス。まず最初に紹介するのは天竜神アークゼオス。こちらは後にアルカディアスやアルファディオスの名前の元になったのではないかと言われているカードです。その効果ですが、ブロッカーとトリプルブレイカーを持っていて、かつ自分のドラゴンが攻撃する時にカードを1枚引き、それが光のコスト9以下のブロッカーだと場に出すことができます。また、相手がクリーチャーを選ぶときこのクリーチャーは選ばれない、いわゆるアンタッチャブル効果を持っています。このカードを最大限活かしたコンボは、やはり天文、つまりはヘブンズゲートを活かしたコンボになるでしょう。ヘブンズゲートは光のブロッカーをコスト指定なしで、2体まで手札から場に出すことができる強力なカードです。このカードを使うと、アークゼオスを含むブロッカーを、コストを大幅に軽減して場に出すことができる上、アークゼオスもブロッカーを展開する効果を持っているため、一気にブロッカーを大量展開し、勝利につなげられます。ですが、既存のデッキに採用されるほど強力かと言われると、このカードはドラゴンが場にいないと機能しないので、あまり脳死で採用できるようなカードではありません。しかし逆に言えばドラゴンが採用されていれば、このカードは強力な効果を発揮するカードになります。そのため、ドラゴンかつブロッカーのカードを採用した、ドラゴン軸天文というデッキが開発されました。こちらのコンボは惜しくも環境で活躍することはありませんでした。しかし、今後ドラゴンという種族は強化が約束されており、なおかつブロッカーも今後どんどん登場する効果なので、もしかしたら何かの機会に突然環境入りするかもしれません。ちなみに、このカードと最も相性のいいドラゴンブロッカーは、新生竜エモーショナルハードコアです。自分以外のオラクル、つまり自身が2体いると選ばれなくなり、かつ登場時にクリーチャーの名前を一つ宣言することで、そのクリーチャーの効果を全て無視することができます。これで相手のシールドトリガーなどを警戒しつつ、相手を安全に攻撃することができます。このコンボはいずれ環境に入ってきそうなので覚えておきましょう。海流神クリスド。続いて紹介するのは海流神クリスド。こちらはクリスタルコマンドドラゴンの元になったカードです。効果ですが、ジャストダイバー持ちトリプルブレイカーで、登場時にカードを5枚まで引くことができ、自分の手札の枚数より小さいコストを持つ呪文は、相手は唱えることができないという効果を持っています。この効果は水文明で初めての永続呪文封じであり、コストが10であることからとあるデッキに採用されていました。そのデッキこそが、GP9 ス優勝デッキでもある環境最強デッキ、その名もガイアッシュ波動です。このデッキの鍵になるカードは、流星のガイアッシュカイザー。このカードは現代のカードの中でも特に至れり尽くせりで、相手の踏み倒しに反応して相手ターン終了時に、コストを支払わず手札から場に出すことができ、登場時にカードを2枚引くことができ、相手のクリーチャーは場に出たターン攻撃できず、コマンドを持っているのでデッドダムドに侵略でき、そして最大の能力として、場にある限り、自分はコスト10以上のクリーチャーのコストを4軽減できます。つまり全てのコスト10のカードがコスト6になるのです。その効果をクラッシュヘッドと組み合わせたデッキがこのデッキです。クラッシュヘッドは自前でコストを2軽減できる効果を持っており、その効果を使ったターンの終わりに破壊されます。しかしこのクリーチャーはスピードアタッカーでダブルブレイカー。その上、破壊された時にタップ状態だったら、追加ターンを獲得できるという優れものです。ガイアッシュの軽減効果が発動している状態だと、クラッシュ波動はコスト4で場に出すことができるので、この効果と合わせて一斉攻撃を仕掛けていき、最終的に相手を倒す、というビートダウンデッキです。そのデッキにこのクリスドは呪文封じ役として採用されました。が、後にラフルルラブにその座を譲ることとなり、環境で見かける機会は一気に少なくなりました。時代の流れとは残酷なものです。遠流神ボルジャーク。次に紹介するのは遠流神ボルジャークです。こちらはボルシャックという名前の元になったとされています。効果ですが、スピードアタッカー持ちのトリプルブレイカーで、自分のドラゴンが場に出た時にそのパワーを参照し、合計がそれ以下になるように相手のクリーチャーを破壊します。そして相手がこのクリーチャーを選んだ時、相手のシールドを3枚まで墓地に送る効果があります。このカードは他の後のご友人たちと違い、無難に強いカードです。場に出しただけでスピードアタッカー3打点と、
攻撃性能で言えば文句なしの性能をしつつ、疑似的なアンタッチャブル効果を持っているため、シールドトリガー等にも強く出れるカードになっています。また、登場時の相手クリーチャー除去も強力で、このクリーチャーのパワーは1万7000あるので、大体の盤面をひっくり返すことができます。また、このクリーチャーのドラゴンが出た時に誘発する効果、なんと相手ターン中でも何不自由なく発動できます。そのため、ドラゴンを持ったシールドトリガーや、はやぶさ U などのドラゴン持ち忍者ストライクなど、活躍の幅は非常に広いものになっています。と、ここまで書いてみるとなかなか強力そうに思えますが、実際には非文明のコスト10のドラゴンという括りで見ると、攻撃時に相手のシールドを3枚焼き払うボルメテウスサファイアや、運次第で相手にターンを返すことなく勝利できる鬼丸ヘッドなど、強力すぎるカードが多すぎるというのが現状です。そのため、目立った活躍は残せていません。黒神竜モルナルク。続いて紹介するのは黒神竜モルナルク。こちらはブラックモナーク島の名前の元になったカードです。スレイヤーとトリプルブレイカーを持った闇文明のドラゴンで、登場時に山札の上から3枚を墓地に置き、その中のドラゴンと同じ数だけ相手のクリーチャーを破壊します。そして攻撃時に自分の墓地からクリーチャーを1体、文明、種族、コストの制限なしで踏み倒すことができます。登場時に相手のクリーチャーを最大3体どかしながら、攻撃時に大型クリーチャーを展開できるのは非常に強力です。とはいえ、本人がスピードアタッカーを持っていない点や、コストが10となかなか重いという点、闇単色と、めくりデッキとも相性が悪い点などデメリットも多いです。そんなこのカードと特に相性のいいカードが、ドラグシュートチャージャーです。山札の上から5枚をめくり、その中からドラゴンを1体踏み倒し、そのドラゴンにスピードアタッカーを付与することができます。こうしてモルナルクを場に出すことで、モルナルクがスピードアタッカーへと変貌し、攻撃とその際に発生する踏み倒しをタイムラグなく行えます。また、この効果で場に出したドラゴンはターン終了時に破壊される、という制約を課されてしまいますが、2枚目のモルナルクの効果で墓地から展開することができるので、さほど問題にはならないのです。また、モルナルクの効果は墓地からの展開なので、あらかじめ墓地肥やしが必要に思えますが、なんとモルナルク本人が登場時に墓地を肥やせるため、極論墓地が0枚でも何かしら場に出すことができます。と、ドラグシュートチャージャーと組み合わせることで、圧倒的な攻撃性能を発するモルナルク。今後似たようなカードの登場で日の目を見るかもしれません。地流神バラフィオル。最後に紹介するのは地流神バラフィオルです。こちらはバラギアラ島の名前の元になったとされています。また、次の段でボルシャックバラフィオルという、非文明単色ながらバラフィオルの名を冠するカードが、ボルシャックの名をもって登場します。このカードとどのような関係があるのかはまだわかりませんが、何かしら期待ができそうな一枚です。さて、話を地流神バラフィオルに戻しましょう。このカードはマッハファイター持ちクアトロブレイカーで、自分のドラゴンが相手プレイヤーを攻撃するときに、自分の山札の上から3枚をめくってその中からドラゴンを出します。また、このクリーチャーが破壊された時に、ターン終了まで自分のクリーチャーすべてに、ワールドブレイカーを与えることができます。ちなみに豆知識ですが、ダブルブレイカーやトリプルブレイカーなどのブレイカー能力が、何かしらの効果で2つ付与された際、攻撃する側がどのブレイカー効果を使うか選ぶことができます。何かしらの理由でワールドブレイクをしたくないときは、そのクリーチャーの元のブレイク数を参照することができます。さてこのカードの効果の解説ですが、自分のドラゴンの攻撃時にドラゴンを踏み倒せるのは強力ですが、相手プレイヤーを攻撃時にしか効果が発動しないのがネックです。相手プレイヤーへの攻撃というのは、相手のシールドへの攻撃や、相手へのダイレクトアタックを指す行為です。相手のクリーチャーへの攻撃では反応しません。そのため、このクリーチャーはマッハファイターを持ってますが、このクリーチャー単体では効果を発揮しないのです。とはいえ、ドラゴンの攻撃であればコストや文明は問わないので、他のドラゴンとのコンボで使用するのが強力でしょう。連続でドラゴンを出すカードなんかは相性が特にいいです。他にも、めくり系のデッキでも活躍が見込めます。様々なデッキに搭載して、勝利をつかみましょう。以上、今回はサムネにもなっていますご友神について、小ネタを交えながら紹介してきました。いかがでしたでしょうか？皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。